こんにちは、アトリエネトラポートです。このチャンネルではお家で簡単にレザークラフトを楽しめる動画をアップしています。初めての方にも分かりやすいように説明をたくさん入れていきます。物を作る喜びをみんなで共有していきましょう。今回はですね、インスタグラムもやってるんですけど、インスタグラムの方にこの動画を見て作品を作ってくださった方が作品をアップしてくださっています。動画を作るモチベーションにつながっています。結構いろいろ作り慣れた方も出てきたかなと思います。作品もたくさん作ってきましたね。そこでまた少しシリーズ化を検討していまして、この動画ではシンプルなものをたくさん作っています。そこに少し手を加えてアレンジをしていくと、また全然印象の違ったものになるので、一味違ったオリジナリティあふれる作品ができると思います。いろんなアイデアがあると思いますので、少しずつ紹介していけたらなと思っています。今回はこの間作ったばかりの手帳ケース、こちらをアレンジしていきます。すごくシンプルな形の手帳ケースになりまして、特にね飾りなどもついてないんです。ここにちょっと手を加えていくかなと思っています。これをよく覚えておいてください。飾りにここのところにハトメリングをつけて、少し革紐を取り付けてみたり、かぶせの部分のバネホックも丸くて可愛くていいんですが、ここに革を取り付けていきたいと思っています。それでは早速作っていきましょう。それではアレンジをしていきます。今回用意するのは前回作った通帳ケース、先ほどからずっと手帳ケースと言っていました通帳ケースです。通帳ケースと、それからハトメリングを取り付けます。ハトメリングは300番のものを1組用意してください。そして 1.2mm の革の端切れです。これは色違いをつける方は色違いでも大丈夫です。取り付ける革紐を作っていきます。長さは18センチほど欲しいなと思っていますので、取れそうな端切れ 1.2mm のもので18センチぐらい使っていきます。一度まっすぐな線が欲しいので、定規で18センチちょっと引いてもらって、そこで一度カットします。まっすぐなラインができましたら、ディバイダーで 3mm の線を引きます。まっすぐなラインのコバに引っ掛けて 3mm 引けば、これで 3mm の革紐ができます。両端は少し斜めにしておくとラフな感じで可愛いと思います。それでは本体に穴を開けてハトメリングを取り付けていきます。左右どちらでも大丈夫です。つけたい方のかぶせのちょうどこの折れ曲がった一番上のところ、この辺りですかね。ここでいいなというところが決まりましたら、場所が決まったらそこで押さえていきます。ギュッと押さえることでこの金具の印が映りました。ここに穴を開けていきます。300番のハトメリングなので、ハトメ抜き15号で抜いていきます。表からこの金具を入れます。そしてアイレット打ち300番用を用意して、ここに溝があるので、この溝にこの反対側の金具の出っ張っている方を合わせます。くぼんでいるところにこの出っ張りがしっかり引っかかるように、そこに通していきます。打ち込んでいきます。簡単にハトメリングが取り付けられました。先ほど作った革紐を通していきます。上から見る方が革の表面になるようにセットしたら、下になる方を少し長めにしておきます。こっちが上から伸びてる方、こちらが下から伸びてる方です。そして下から伸びてる方を上にぐるりと巻きつけていき、ぐるっと一周させます。そしたらここにできた輪っかに上から下に入れていきます。よいしょ。少し余裕があるとこの位置が調整できるので、少し余裕を持たせます。この向きを合わせると可愛いです。こんな感じで一つアレンジができてしまいました。長さはもちろんもっと短くても可愛いと思いますし、長くしてこうちょっとぶら下げるようにしても大丈夫です。このハトメリングに革紐のアレンジはとても簡単にできるので、いろいろなものでチャレンジしてみてください。これがつくだけで
可愛らしく雰囲気が変わってきます。もちろん丸紐とかでも可愛くなりますので、色違いやちょっと太さを変えてみていろいろアレンジしてみてください。それでは次に行きます。そしてもう一つのアレンジ方法ですが、こちらは少し上級者向けかもしれません。もしくはこの金具を取り付ける前だとすごくやりやすいので、これから作る方におすすめです。ここにですね、皮を小さく切ったものを貼り付けて金具を隠してしまう方法になります。作る前の状態にちょっと一度ここを外して戻していきます。ちょっとリスクが伴いますので、作った後変更したい方はちょっと頑張ってください。金具取り付ける前がいいです。今回私はこの取り付けた金具をちょっとした裏技で取ってしまいます。また便利道具編で紹介させてもらいます。こんなのもあるよということでちょっとだけ登場です。金具を取った後はもう穴が開いていますので、ちょっと傷がついてしまったりすると次もう一度バネホックを取り付けることができないので、それだけご理解いただいてアレンジする際はちょっと覚悟してやってみてください。こういった皮を貼り付けていきます。今回は小さい型紙を用意しました。3センチ ×5 センチで方眼用紙の厚紙をカットしました。これに合わせて 1.2 ミリの厚さの皮を取っていきます。底面を軽く処理します。重しを乗せて少し置いておいてください。平らになったのでカットします。カットできたらぐるりと周りをへり落とししていきます。薄い皮なのでミニゴム台を用意して0番で表側をぐるりとへり落とししていきます。へり落としができたらぐるりとタコノールで磨いていきます。タコノールを塗ったら乾く前にフェースで磨きます。いつもの工程になります。磨いてピカピカになりますが、ここで紙やすりで落としてしまいます。ここまでが1セット。もう一度塗って磨いて削って3回塗って最後磨いたらピカピカになるので、ぐるりと一周磨きの工程を行ってください。それでは周りがぐるっと磨けたので取り付けていきます。今回これを取り付けていくのに必要なのはバネホックです。バネホックの台、下にもついてない方は下のものも用意してください。で、先にバネホックの台の下がついているようにしてください。で、上はもう最初からこれを取り付ける方はこのかぶせの部分のこの穴は不要なので型紙から移さなくて大丈夫です。ではまずこちらに穴を開けていきます。これを半分に折って折り癖をしっかりつけます。この際のところに両面テープを貼ります。これはまた後で剥がしてしまいます。2枚の穴を一緒にしたいのでずれないように角と角を合わせて貼り合わせます。ここにディバイダーで 3mm の線を引いていきます。そして穴を開けます。始まりはひしめいちのこの1目開けてください。そして距離が短いのでもう調整を始めてしまいます。反対側もこの1目分開けたいです。ちょうどいいのでこのまま開けます。穴が開いたら両面テープを外していきます。そして真ん中の折り目のところに真ん中の印をボールペンで書き入れます。3センチなので 1.5 センチのところに印を書いておきます。これは裏側で見えなくなってしまいます。1.5 センチの印です。それでは本体を用意します。本体の裏側にこの真ん中の、印だけ型紙からこう印だけを写しておいてください。ここがちょうど真ん中になります。そして先ほどつけたこの印の真ん中をこの印とこのタグの真ん中の印を合わせます。その状態で折っていきます。ここで表側のタグの縫い穴の印を写します。穴の開かないもので印をつけてください。さらにこの状態で留める位置を決めていきます。左右バランスを見てちょうどこの真ん中あたりにこのポチが来るようにしてください。そしたらここでギューッと一度押します。するとここに跡がつくのでそこがこのホックがつく場所になります。跡が見えてるうちにここに印を書いておきます。
それでは一度剥がします。もうこの両面テープは取ってしまって大丈夫です。でここにバネホックの台がつきます。先ほどつけたこの印ギュッと押さえて、この印がここに映っています。ここです。ここに穴を開けます。そしてここにバネホックを取り付けていきます。今回はこの銀面にこちら側がつきます。そして隠れてしまう床面の方にこの丸っこい方を取り付けます。はい、これでバネホックがつきました。先ほどのこの縫い穴の印がここに映っていますので、こちらにも穴を開けます。それではここを縫っていきます。表に来る方は何もない方、そして裏に来る方がホックのついている方になります。距離は短いんですが、糸を針につけて折り返したりしますので、長さはだいたい40センチぐらい取っておいてください。ローを縫って針に取り付けます。はい、準備ができましたので縫っていきます。こちら側の穴とこの穴と裏側の穴と全てを一緒に縫い込んでいきます。始まりは2個目の穴から入っていきます。穴を間違えないようにしっかり確認してください。左から2個目の穴に入ったら長さを揃えます。1目目はいつも通りこちらに縫い戻していくんですが、1目縫い戻っていって、ここからずっと端まで通常縫いをしていきます。1目合うともう固定されて縫いやすくなりますので、ずっと端まで縫ってください。端まで縫ったらここからこの端っこだけ二重になってるので、ここからここまで縫い戻していきます。1目ずつ前の糸を噛まないように戻していきます。はい、ビニモなので両方裏側で縫い留めます。1目目が二重だったので端から底までを二重にしました。裏で焼き止めていきます。はい、これで完成になります。では留めてみます。これで完成です。ホックの部分が隠れるとだいぶ印象も変わってきます。ちょっと可愛らしくなりましたかね。こんな感じでいろいろとアレンジができます。結構雰囲気変わるので、お好みで皆さんもいろいろ試してみてください。ここの皮を変えたり、あとここに刻印を入れてもすごく可愛くなります。ということでアレンジが完成しました。もう出来上がっているものに手を加えるのは少し勇気がいりますが、慣れてくるといろいろアレンジしたくなるものです。それもレザークラフトの醍醐味だと思います。色やデザインを少しずつ変えてオリジナリティを出すのもすごく楽しい作業です。ぜひぜひ可能な限りいろいろ皆さんもやってみてください。動画の方気に入ってもらえましたらいいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。またお会いしましょう。